皆さんこんにちは、アイロンです。徹子だよ。FE 覚醒スマブラ縛りパート7始まります。5章、西王と暗愚王。しかし、暗愚王って一国の王にとんでもない称号だいな。暗愚は明らかにけなしてますからね。そう入っても、現実でもカケチ王やハゲ頭王とか別称みたいな称号もあります。それなら、ひどい称号も案外ありふれたものなんかいね。さて、ストーリーは外伝を挟んだので2個前の動画からの続きとなります。確か、貴族でクロムジ警団の一員であるマリアベルがペレジアに拉致されたっつう流れだっただな。ペレジア側はマリアベルが不法入国し、兵に攻撃を加えたと主張してますね。おまけにマリアベルがスパイじゃないかとも言ってるだよ。こんなか弱くて威勢のいい女がスパイなわけな。ここまで威勢がいいとありえるかもしれんな。そこはマリアベルを信じてあげましょうよ。クロムの味方側の人物ですよ。一方、マリアベルはイギリス内に侵入したペレジア兵を止める正当防衛の末、拉致されたと言ってるだ。族がペレジア側から来てるなら、マリアベルが思いがけずペレジア領内に入ることもあるでしょうね。多分なんだけんどさ。何ですか？イギリスを相続がペレジアの正規兵である証拠が見つかれば、この問題は解決するじゃないか。確かに、そうかもしれないですがペレジアが応じてくれるかどうかが微妙ですよね。それに、調査中はマリアベルの安全が保証されるわけでもないですし、それでももし、調査をするならばフェリアなど第三者が適しているでしょう。ところで、今作の炎の紋章は何でも願いを叶えるマジックアイテムなんかいな。そんなことは全然ないですが、この世界ではそういう伝承があるみたいですね。きっと、炎の紋章を持つ人が平和をもたらしたから、これを持てば平和がやってくるみたいな伝承が先にあって、それが次第に台座を持てば願いが叶うと変化していったのではないでしょうか。まあ、単にギャンネルの知識や教養が足りないだけかもしれないですが、暗愚王だもんな。というか電動が王というよりもチンピラだいな。もう少し威厳とかフィーンとかあるようなやつが敵ならよかっただいな。過去作では強王と称される人物がいましたが圧倒的な威厳とカリスマのある人物でしたからね。とは言っても、傀儡として建てられたならギャンネルのような人物が王でもおかしくないかもしれないですね。傀儡ならかえって愚かな王の方がやりやすいもんな。さて、こっそりついてきたリヒト君がマリアベルを助けに来ただな。一触即発なのかよくこんなところまで近づけただな。マリアベル救出も達成できて、きっとすごい才能を秘めているだと思います。しかし、黒村と合流できるのかが問題ですね。ま、それが今回のマップギミックになるだいな。よう。それでは、本章の作戦を説明していきます。まず、本章はマリアベルとリヒトが本体と分断された状態で始まります。わしらは外伝位置においてレスキューを手に入れてるから合流は容易だに。ただし、敵の誘導のために2ターン目に救出します。それで敵の動きだけんど、赤丸で囲んだ敵が今回の突撃型の敵になるだ。これらは1ターン目から動きますが、それぞれの対応を考えていこうと思います。まず、この範囲の敵ですが、ちょうど大丸で囲んだ一本道になるところがあるので、ここで食い止めることにします。食い止める役は十分に育ったルフレに任せるだよ。だもんで、こっちに下部分の敵はロンクやクロムが対応することになるだ。問題はこの2体です。マップ上部の敵はドラゴンナイトなんですが、この誘導が難しいところです。地形を無視してやってくるもんな。うまいことやらないとマリアベルやリズが狙われるだ。また、先ほどギャンネルがほのめかしたようにこの章では増援が出現します。まず、3ターン目に丸で囲んだところの上から順に剣士、蛮族が出現します。この時は先ほどの突撃型ドラゴンナイトの対処をする時なので、なかなか大変かもしれません。4ターン目にこの2つの砦からドラゴンナイト2体が出現するだ。5ターン目にこれらの砦から増援が来ます。敵の到着する時間差を考慮すると、このアキラは常に敵の対処に追われることになるでしょう。
最後はこの動きが待ち伏せ連動型ドラゴンナイト5体を倒せばこのアキラはクリアしたも同然だに。最後に本性クリアに関して最も重要なのはです。これはパラメータの幸運の値ではなくリアルラックの方だに。本性の敵の命中率は 50% 以下であり、どれだけ回避するかがまず重要です。次にロンクーがキルソードで必殺をどれだけ出すかが窮地を脱する鍵になります。またリスが狙われた際にスキル祈りでどれだけ耐えるというのも必要でした。ぶっちゃけると本性がクリアできたのはこれらの条件が全てうまくいったからで、作戦が良かったからではないっつことだいな。ちなみに今回の敗北回数は11回でした。それじゃあ実際の攻略動画に進むだよ。最初はいつものようにダブルを組んでいきます。マリアベルにリヒトが組んで、分断組は1ターン攻撃範囲から逃れます。本体の組み方はルフレが絡むと組んで守備を強化するだ。そんでルフレは作戦通りの位置に配置だよ。クロムとロンクーですが、フレデリックかベイクと組ませようしています。ただどちらにどちらを組ませるかはなかなか判断がつきませんでした。フレデリックと組ませれば大きく力と守備が上昇するけんど、どっちも守備は足りてないから二者択一になっちまっただ。ベイクでも力と守備の強化はできるが、フレデリックよりかはやっぱ小さいだな。考えた末、ベイクがロンクーとフレデリックはクロムと組むことにしました。この方が支援の組み合わせなんかも無駄にならなくてちょうどいいっつ判断だいな。2ターン目は早速マリアベルたちをレスキューで呼び寄せます。レベルアップ。むちゃくちゃいい成長じゃんか。こんなに成長するとすごい気持ちがいいですよ。さてコンクロムが戦闘中ですが、敵の命中が 38% なのが分かりますか？敵の剣士以外はだいたいこんな感じの命中率です。けんども攻撃力が高くてクロム、ロンクは2発は耐えられないだよ。だもんで回避するかしないかの運ゲーがこのショーの実態になっちまっただ。きっと私たちよりも上手な人がいて、しっかりとした戦術を組める人もいるのでしょうが、我々じゃあ運ゲーに持ち込んで何とかするのがやっとだっただな。レベルアップ。成長評価は一度置いて次の戦闘を見ましょうか。ロンクーに至るかもってヒヤッとしたポイントだいな。かわせたもんでよかっただが、この章は本当にこんなポイントばっかだっただよ。それでロンクーの成長に関してやはり剣士成長ですよね。技と速さは速いうちにカンストするかもしれんね。攻略の関係上力か守備は最も欲しいところですが、そう簡単にうまくいかないです。ルフレがドラゴンナイトに攻撃するかダークマージに攻撃するかで悩んでます。どっちをとってもリスクがあるから難しいな。ここはダークマージの方を選択しました。クロム、ロンクー生存の方に重きを置いただな。まあどっちにせよリズが祈りを発動することを前提としているからかなり厳しい剣だな。クロム、ロンクーはここでドラゴンナイトの襲撃に向けて回復させます。そしたらリズをクロムに隣接させて支援効果をつけると同時にデュアルガードか祈りの発動を祈るだ。いや、すげえ怖かっただ。これはよく発動してくれたって感じですよ。プレイ当時は冷や汗やってたもんね。苦渋の決断でしたが、祈りに頼る方法しか答えが浮かびませんでした。まるでボーハハのゲームみたいだね。つうかこれほとんどのユニットが瀕死じゃねえか。この時点で HP 半分以上なのは使えるユニットではロンクーだけですね。山場のターンがやってきました。ここはドラゴンナイトを倒さないと確実に1人ロストします。
こっちのドラゴンナイトはルフレが対応できるけんど、リズを攻撃したも片方が厄介だに。そうですね。必殺なしではクロムとロンクー2人がかりで倒す必要があります。しかしドラゴンナイトが歩兵侵入不可の場所で攻撃したので1人しか攻撃を与えられません。さらに蛮族が左にいるのでリズの場所に行かないようにロンクーとクロムは道を塞ぐ必要もあります。なのでどうするべきかというのを長く考えていますが、最終的にロンクーのキルソード必殺にかけることにしました。2回攻撃のうち1回でも必殺を当てりゃドラゴンナイトを倒せるだ。逆に当てなかった敗北確定だに。やった。なんとか切り抜けただ。もう心臓に悪いですよ、こういう戦いは。でも本当に良かっただよ。そしたらクロムを引かせて景気よく特効薬で回復です。ちなみになんだけど、リズの祈りとロンクーのキルソード必殺が発動する確率は 8% くらいになるだ。低い確率だけんど思ったよりも高いだな。いや、どうでしょう、この確率は高いのでしょうか。ガチャとかの超低確率に敵子さんが慣れてるだけじゃないですか。そうかもしれん。正直最近は低確率が普通にだもんで、確率の高い子に評価が狂っちまうだ。一体 8% は高いんか低いんか、どっちずら。このターンではルフレが傷薬で回復でクロムはリズで回復させます。そしたらルフレが塞いでいない側の蛮族を倒すようにするだ。しきりに砦からのマス数を数えているのは敵ターンの増援を警戒しているからだに。この砦からはダークマージが出現します。しかもリザイア持ちなので厄介です。リザイアは回復もするから味方。敵関係なく強い魔法だもんな。マリアベルはこのタイミングで持ち物を全てリズに与えます。マリアベルはリライブを持ってるもんでリズに活用してもらうだ。ルフレにあまり触れてなかったので分かりにくいですが、実は何回かピンチの場面がありました。さっきのドラゴンナイトの襲撃の時はチキ1桁だったりしたな。アリとルフレが回避してくれているおかげですが、もし回避が少ないとこれも敗北になってたんですね。こんだけ回避とかの運要素を多用すると他の人に攻略動画として参考にならんかもな。そういえば今回加入したマリアベルとリキとはどんなユニットだいな。そしたらマリアベルから説明します。彼女はストーリーの説明通り貴族のお嬢様で高貴な身分として誇り高く生きようとしています。一応そのはずなんですが、口が悪くなることも多くてちょっとガサツな感じがします。ユニットとしての性能は最初はトルバドールという支援回復ユニットですが、育成の方向性によっては前線にも出れるようになります。すなわちバルキュリアにするならそのまま支援ユニットになります。けれどもダークペガサスやダークナイトにもなれるのでマリアベルをしっかり育成するなら攻撃型にした方がいいというわけです。続いてリヒトですが、今動画の方がドラゴンナイトが来て大変そうなので一旦落ち着いてから解説しますね。まずはルフレの横に来たそのままルフレで撃破します。そしたらその下に位置するドラゴンナイトはロンクーの必殺に頼ることにしただ。さっき出した通りロンクーが1回でも必殺を出す確率は 46% だから必殺が出るもんだと思ってるだよ。まんま目立つな。目障りだ。肩をつける。まあ2回出すとは思ってなかったけんどな。その次はロンクーをレスキューでリズの横に呼び寄せます。こうすればロンクーが食らうドラゴンナイトの攻撃は1回で済み、かつ林で回避率が高い状態で受けられます。貴重なレスキューの耐久を削っちまうのは抵抗はあっただけどな。レベルアップ。ロンクーも今回いい成長しましたね。今回は両成長が多くて本当気分がいいだな。
ンで突撃型ドラゴンナイトはようやく倒すことができます。レベルアップ。日勤ながらいいところ行ったと思うだ。速さはあまり成長していないところですからね。良かったと思います。クロムもドラゴンナイトを倒せばレベルアップするだね。レベルアップ。今回両成長3回目ですね。きっと運に頼りがちなこの勝利にも危機感を抱いただいね。さて動画よ、止まれ。本章は動画が長引きそうだったのでここまでにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。今回もクレジットを流した後、支援会話をお送りするだ。興味があったら最後まで見ていってな。まずはクロムとフレデリックの支援 B からです。ちなみになんだけど、毎回流してる支援会話はキラ終了時に発生してるやつだに。だもんで、今回は5章終了時に発生したやつになるだ。クロム、フレデリック、C はフレデリックの気遣いが度を越していて、クロムが焦げるというものでした。最初は G 周辺の見回りや武器の点検という普通の気配りだっただけど、最後にはクロムの顔と絶対獅子とい標語を載せたビラを軍の天幕中に貼り付けたというものだっただな。なのでクロムからそういうのはちょっとみたいな話がされているわけです。現実においても他人の気配りが自分にとっては過剰なおせっかいになってしまうことがありますよね。そういう時って相手は親切のつもりでやってるもんだからなかなか断りにくいだいな。その点理性的で傷つけない断り方が今回のクロムだと思うだ。皆さんも同様の事例で困ったらクロムみたいなやり方をすれば良いかもしれないです。そうか。本パート2つ目の支援会話はリズ、ルフレ、B です。C の時はルフレが昼寝を邪魔された挙句、戦術書を一冊ダメにしたことを暴露されました。こんだけ見るとリズって相当なおてんばに見えるだな。他の支援会話では王族なのにひじり婚がないことの悩みや皆のために頑張る姿が見れるんですけどね。ルフレが相手だといたずら好きな描写しかされないんです。今回もマッサージをすると油断させておいてバカめという展開になってるだな。本パートはここで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録、フォローなんかしてくれるとすっごい嬉しいだよ。そんじゃ、また次回。